Life is a winding road, no telling where it goes. かわいいお顔やわ。皆さんこんにちは。はい、コストコから帰ってきたんですけども、今回ね、お野菜たくさん買ってきたので、コストコから帰ってきて疲れていますが、どんどんお野菜をストックしていこうと思います。まず、きゅうりは今日食べる分と明日食べる分で4本ぐらい下処理して、4本はこのまま冷蔵庫。ちょっとこれに入れて一気に一回洗っていきます。あとオレンジなんですけども、冷やせるものは冷やして、冷やせないものは常温で置きます。でこれ1個だけね、よく洗って今食べたいと思います。このまま常温で。あとはケールは冷凍もしていこうかな。まずちょっときゅうりとオレンジ洗います。きゅうりよく見て買わないと若干もう水分が抜けちゃってる感じがしますね。もう叩き割りとかもしないで切っただけ。あと半分は明日のきゅうり。はい、きゅうり4本。これは塩、ごま油、あと昆布もいっぱいあるんで、それで味付けてもいいんですけど、我が家の子供たちも塩だけでシンプルなのが結構好きなんですよねなので塩だけ両方かけておきます。でこっちはもうすぐ晩ご飯なんで今日食べる分と、こっちは可愛いんですよ。ぐっと夏らしくて可愛い楽天ルームに貼ってるかな。こちらで冷蔵庫に明日食べます。コストコで買ってきた白ワイン開けてます。美味しい。そしたらケールなんですけども、冷凍する分だけ洗います。こんな感じかな。虫がいないことを願う。すごい立派。これで、冷凍するケールはスムージーとかに使っちゃうので食べやすく、使いやすく切ってそのまますぐ使えるように洗います。でこのまま冷凍せずに食べるものは洗わず食べやすいようにちぎるだけちぎってこの中に入れようかな。もう芯の部分、手でちぎれない芯の部分は硬いからスムージーにしようかな。これはサラダなので食べるときに洗って食べます。そしてこっちの芯の部分は冷凍して食べるときはミキサーにかけて食べます。スムージーにして。冷凍が結構多くなっちゃったけど洗います。ニンニクなんですけど、ありがたいことにも剥いてくれています。なのでこのまま冷凍します。はい、半分ぐらい冷凍で半分ぐらい養冷蔵で使う方が美味しいので養冷蔵で使いたいと思います。はい、ケールはこちらで洗いました。これアイハーブで買ってるベジウォッシュ、もう10年ぐらい使ってるんですけど、これがなくなったら次は、今もうアイハーブ高いんでコストコで買った重曹で洗いたいと思います。ケールは一枚一枚拭きはしないですけど、これで水気だけ飛ばして冷凍します。はい、ケールはこちら冷凍します。あと金柑なんですけど、金柑は鮮度が命らしくて、買ってきたらすぐに処理した方がいいそうです。でこれこんなに金柑たくさん買ったことないかも。半分は冷凍して半分はこのまま食べたいと思います。冷凍する分と今食べる分を洗います。で今日明日で食べる分はこのままキッチンペーパーにくるんで、くるむのめんどくさいんでこのまま保存用の中に入れて、で金柑、こちらは養冷蔵、そしてこれは水とベジウォッシュで
ちょっとつけて洗います。皮ごと食べるのでね、よくよく洗いたいです。ちょっとめんどくさい作業で、このヘタを取って2つに割り、種を取り除き、この冷凍していくバッグに入れるっていう、一人で黙々とやると楽しいんだけど、撮影しながらだと尺が気になって焦っちゃう作業が生じます、冷凍する場合。で冷凍をねしない時もこうやってね子供にあげるのがいいと思うんですけど、子供たち自分でヘタ取って自分で種取って食べるので、もう子供たちにあげる時はこのままあげてます。ちょっと食べてみます。甘い、美味しい。たまたま美味しいね、この種類。これはいいわ。ていうかここまでやったんだったらもう金柑のお酒作りたいぐらいですよね。まだブランデーだって残ってたような気がする。これで半解凍でシャリシャリで食べても美味しいです。はい、金柑は半分に切って種取って冷凍する分と、洗わず保管分と、洗って今日食べる分で保存します。オレンジ切ってみました。こんな色、ちょっと変わった色、めっちゃ綺麗。人参みたいな色。甘いです。なんか酸味が少ない。美味しいです。アスパラも半分冷凍、半分冷蔵保存します。で、この間 IKEA 購入品でご紹介したこれ、アスパラ保存にちょうどいいかも。アスパラは一応このアスパラがピーラーで使わなくても柔らかいということで、根元、でもちょっと硬いけどな、根元は。根元 2、3 センチ切り落としてキッチンペーパーでくるんで保存。ものによるね、冷蔵分は。とりあえずこの冷蔵で保存しておく分は根元 2、3 センチだけ切り落とし、キッチンペーパーでくるみ、いいですね、この IKEA のジッパーバッグにくるんで保存、冷蔵庫。そして冷凍する分は茹でて冷凍します。うわー、これなんかよく見ないと結構根元なんかボロボロだし、なんかすごい傷んでる。根元硬そうなやつは、乾燥してるやつは大きく切ってます。あとは冷凍保存は茹でてからするので、食べやすい大きさに切ってまず洗います。またこれでねよく洗います。はい、冷凍する分茹でております。次は人参を大量の人参を保存していきます。洗わずに根元と先だけ切って、でキッチンペーパーでくるんでジップロックに入れます。長持ちさせないとこんだけ大量にあるんでね。切ってくるんで入れると、アスパラ茹で上がったので冷ましておきます。水を切って。はい、これが要冷蔵分の洗ってない人参。あと人参3本あるんですけど、この3本はよく洗って冷凍保存したいと思います。ちょっと待って、先にアスパラを。最近日本酒めっちゃハマってて、これ一升瓶、もう全然ないんですけど、ほぼほぼ私が飲んだ。インスタグラムで富士山行った時、これ朝搾りということで今しか飲めない生のお酒なので買ったんですけど、めちゃくちゃ甘くて美味しくて、私が毎日飲んじゃってもうないよと思って。入れ物はリバイスですけど、ミスタードーナツでもらった仮面ライダーリバイスのやつ。いただきます。美味しい。これがあるから冷蔵庫に入んなくてどうしようかなって今。そしたら飲みたくなっちゃって、とりあえずこれ冷蔵庫から出さないとね入んないこれは冷凍する人参なんですけど、今冷凍した薄切りの人参はあるので乱切りにして冷凍しようかな。煮物でもカレーでも使えるように。
いいね。はい、乱切り冷凍人参できました。チンゲン菜大好きなんですけど乾燥に弱いということで、こんな8つもあったらね乾燥させちゃいそうなので、コストコのキッチンペーパー洗って絞って丈夫なので、こちらで巻きつけてジップロックに入れて保存します。ちょっとこれもう葉黄色くなりかけてるから、やっぱこれは使っちゃおう。3つぐらいはこのまま冷蔵庫保存して、あとはお風呂が沸いた。あとは冷凍か、今日すぐ食べちゃうか。とりあえず切って洗います。にゃんにゃん、どうした？何突然。土がすごいな、やっぱ中。チンゲン菜は3房今から茹でるんですけど、茹でて冷凍してもいいし、もうこのままなんか5万円とかにしちゃおうかなとも思ってます。はい、アスパラガス茹でたやつ冷凍します。はい、この大量の玉ねぎなんですけど、玉ねぎは風通しがいいところ、湿気を嫌うということで、まずこの100均で買った玉ねぎバッグに入るだけ入れます。これはとても風通しもいいので常温で置いときます。はい、それでもまだまだこんなにあるからどうしようかね。とりあえずちょっとチンゲン菜が茹で上がったので水切りします。チンゲン菜は冷凍しなくても本当みんな大好きなので、もうやっぱり醤油とごまであえちゃいます。鰹節も入れちゃおうかな。鰹節と、ごまが今ない。あるけどこれしかない。黒ごま、そして醤油、はい、多分冷凍しなくともすぐなくなります。ちょっと冷凍庫もいっぱいで、この量全部玉ねぎ冷凍できないんですけど、少しは冷凍しておきたい、新鮮なうちにということで、玉ねぎ6個分ぐらいちょっと冷凍しようかな。あとの玉ねぎはとりあえずこのまま保存、スピーディーに使っていきます。あと冷凍庫が空いたら冷凍するかも。はい、玉ねぎ皮むいたので冷凍ストックしていきます。IKEA のこのまな板いいでしょう。目が痛い。ちょっと目がダメになってきた。あと1個。目がよし。はい、涙が玉ねぎ6個分ぐらい冷凍ストックです。お味噌汁とか野菜炒めとかにさっと入れられるので、玉ねぎ切って冷凍しておくと便利です。はい、疲れてきたよ。最後オクラは水分を嫌うため、普通に冷蔵庫保存するやつはどうしよう。どれぐらいキッチンペーパーで、これいいのかな。キッチンペーパーでくるんで保存。これかわいいですよね。スタンダードプロダクツ。これが冷蔵庫保存で、板ずりして茹でようかなと思ってたけど、茹でずに保存しようかな。どうしよう。茹でずに冷凍しても、どちらにしても冷凍する分は多分板ずれしといた方がいいと思うので、まな板も変えました。
板ずりして産毛を取ります。まあ、ガク取りしなくていいか。ガク取りしなくてもここだけ残して食べる板ずりして洗って全部すごい量ですね。オクラありがたい。でも板ずりして洗うだけで冷凍しちゃおうかな。洗ってはい板ずりして洗って拭いただけです。これを小さめの保存容器2つに分けます。多分一気にこんなオクラ食べないので冷凍用ですね。これでも1回分多いぐらい。あんまりオクラ冷凍しても変わらないので、これは冷凍しておいて茹でるだけっていう感じで冷凍します。終えた。はい、これがメイクの上からでも塗れるということで塗ってみたいと思います。メイクって言っても日焼け止めしか塗ってなくてファンデーションは塗ってないんですけど、粉物チーク系とか塗ってるんで上から塗ってみます。こう顔に沿うのがいい感じなんですよね。そろそろ1回さっと塗るぐらいだったらよれなかったんですけど、私結構ここ粉のチークしっかり塗ってて、粉のチークはやっぱり少しこう引きずられてよれました。そりゃそうだよね。でもまあ私チーク濃いからちょっとこの粉のチークとは相性が悪かったけど、他のものだったら大丈夫かも。ちょっといろいろ夏に向けて試してみたいと思います。今日のリップはこちら、お気に入りで最近よくつけてるエスティローダのピュアカラージェリーグローバームヌードセンセーション04番です。リップクリームみたいなスルスルな塗り心地です。この頬がこけてるのが最近すごい嫌なんですよね。こうね、ちょうど腕とかにも沿うですよね。なんで塗り直しもなんか億劫にならずいいです。そしてサラサラの使い心地がいいですね。リピート品です。りゅうちゃんが来ました。りゅうちゃんが来たよ。わあ、かわいいお顔。かわいいお顔やわ。なあ、かわいいお顔やわ。自分を見てる？次はチーズとお肉ですね。はい、冷凍と冷蔵を分けます。できればね、この冷蔵のまま食べる方が美味しいは美味しいんで、こっちが冷蔵。そして冷凍の方はなるべく広げて冷凍します。あとは2パックはこのまま冷凍しました。あと2パックは下処理していきます。トリップ拭いてひたすら一口大に切っていきます。はい、鶏もも肉4枚分カットしました。一気に味付けしていきます。ゆうちゃんダメだよ。肉狙ってる。ほら、ほら、映ってるよ。味付けは片栗粉大さじ2、酒大さじ2、味噌大さじ2で揉み込みます。はい、そしたら今日ぶり大根もね作るので、鶏もものレシピは半分下味冷凍しておきます。半分は今日仕上げちゃいます。とりあえずこれは味噌ももなので味噌ももって書いておきます。味噌もも、こっちは今から仕上げていくんですけど、味噌マヨにしていきたいと思います。マヨもコストコで買っていっぱいあるので顔出してってよく言われるんですけど、出すの忘れる。フライパンで鶏肉を焼いていきながら、玉ねぎも使うので玉ねぎを切っていきます。小ぶりな玉ねぎなんで2玉用意してます。コストコで買ったやつね。皮面から引いていきます。
いい匂い。お。お酒を。からマヨ大さじ2ぐらい、酢大さじ2ぐらい、砂糖小さじ1ぐらい。ちょっと鶏が大きくて火が通りにくそうなので蓋します。ちょっとお酢入れすぎたかも、ちょっとべちゃべちゃ。あと味噌も大さじ1ぐらい、鶏の方にも絡めましたがソースの方にも入れます。お砂糖じゃなくて蜂蜜でも OK です。ルーちゃん、カメラにごっつんしないで、カメラにスリスリしないで、揺れちゃうよ。味見。甘さが足りない。多分お酢の酸っぱさとかにもよると思うんで、この時点で味見して微妙だったら微妙になっちゃうんで味見してください。で味付けはまた足してください。我が家はお酢がすごい酸っぱくて、で砂糖が甘さをあまり感じない砂糖だったので蜂蜜を混ぜます。美味しい。鶏結構大きく切ったので鶏がもうちょっと時間かかりそうですね。はい、片栗粉も入れているのでいい感じにとろみも出ています。ここに先ほど作ったタレを絡めて、一気にね酸っぱい匂いもしてきましたよ。こちらで完成です。長男がお酢大好きなんですよね。最初にお味噌混ぜ込んだのですごくお肉が柔らかくて美味しいです。小腹が空いたのでちょっと今作ったもの、買ってきたものでサクッとご飯。めっちゃいい音。美味しい。お酢の酸味がめちゃくちゃ美味しい。ケールはドレッシングつけてないのでソースをつけて。はい、ブリ大根を作るのに夫に大根を買ってきてもらいました。でちょっとね遅くなっちゃったんで先にお風呂入りました。これもまた端も最後上からのせたり後で使います。大根どれぐらい使うかな。ちょっと先向いちゃいますけど夫が作ると言っています。でもね、ブリ自体もすごい大量だから大根も全部切っちゃおうかな。使わなかったら別のものに使えるし。どれぐらいのサイズがいいだろう。角とか取らなくていいかな。4等分 ?2 等分どっちがいいんだろう。夫はどっちで考えていたんだろう。2等分にしとけば後から4等分にもできるからいいか。すごい根元の方がなんか硬い。まだすごいめちゃくちゃ緑で硬いんですよね、根元のところ。野菜スペシャリストの勉強して大根のこともいっぱい勉強したけど、なんかその辺は忘れちゃったなよし。はい、この大量のブリアラを使って作ってもらいます。お風呂から上がってきたらちょっと大きめに切ったブリ、塩振ったんだよね。塩振って15分ぐらい置いて、でここにお湯を熱湯をちょっと注ぎます。で臭みというかな、普通は多分アラだからちょっと洗った方がいいのかもしれないけど、これめちゃくちゃ綺麗。多分お刺身、もともとお刺身用だよねこれきっと、お刺身をそのままアラとして出してくれてるから、正直そんなに臭みもないんじゃないかっていう。あえて大きめにちょっと切って、でこんなもんでいいかな。一回じゃあ開けます。大根下に引いていきます。そしたらその上にブリでお水を1200、お酒400、お水を3分の1。大量だね。でちょうどねこれでいくと見て、
浸る感じこれちょうどしてるね。ぐらい、なくなるまでいけるのかどうかわかんないけど、とりあえず一旦沸騰させます。でその後落とし蓋して15分から20分沸騰してからね。はーい、今は赤ワイン飲んでます。落とし蓋で20分煮ました。そしたらこちら夫が準備してくれていた砂糖とお醤油、調味料を入れます。ちょっと調味料の量わかんないんで書いときます。はい、これで煮立てて完成です。わあ、美味しそう。いい匂い。やばい、星の子ちゃんのライブのインスタ見ながらさ、ブリにつけてたら、星の子ちゃんも今日ブリの照り焼きにするはずが間違ったみたいな話が出てきたから、ついついコメントしちゃって私も今ブリにつけながら見てるよって。そしたらコストコの帰宅後でしょってまさか当てられました。この時間まで撮影してるってコストコ帰宅後でしょって。すごい。はい、いい感じにブリの煮付けもなってきました。お砂糖入れてから醤油ですって。両方一緒に入れちゃって怒られちゃいました泣いてます。味濃くなっちゃうからもう止めました。はい、私はここに座りながらちゃんと火の元見ながらインスタライブ見てました。